どうもキャンプ好きの皆さん、こんにちは、こんばんは。私、昨年2020年の12月に薪ストーブを初めて購入して間もなく1年が経とうとしております。そしてこの度こちら2台目の薪ストーブを購入しました。今回はこちらをご紹介していく動画を撮りたいと思います。こちらの商品、ポモリーという会社から発売されております T ブリックミニという商品なんですけども、このポモリーという会社の主力製品はチタン製で非常に軽量にできており、かつ折りたたんだり分解したりすることでコンパクトに収納が可能になっています。また煙突も薄い板を伸ばして巻いて煙突にする仕様になっており、本体と合わせてとてもコンパクトに収納することが可能になっていることが大きな特徴です。そんなポモリーですが、この2021年いろいろな新商品を発売されておりまして、こちらもその一つのラインで T ブリックというシリーズの一番小さいモデルになります。T ブリックシリーズは他に標準サイズのノーマル、T ブリックを一回り大きくした T ブリックウルトラ、そしてノーマルサイズの T ブリックを2階建て構造にした T ブリックマックス、全部で4つの商品がございます。これは私の勝手な見解なんですけども、こちらの T ブリックというシリーズは以前から発売されておりますT1 シリーズというものとティンバーシリーズというもの、この2つのシリーズを足していいとこ取りをして、さらにそれに加えて考えられる箇所は全て改良され、より一層グレードアップした、そんな感じの商品になっていると私は思います。まず T1 シリーズなんですけども、 T1 シリーズは前後のパネルに加えて左右のパネルも折りたたみ式になってるんですが、左右のパネルはですね、ヒンジ部分から針金みたいなパーツを抜くことで取り外しは可能なんですけども、基本的にはついたままの状態になっております。それに比べて T ブリックシリーズは左右のパネルは取り外し式になったことで、ガラス面とそうでない面を簡単に入れ替えることが可能になりました。もう一方のティンバーシリーズというのはですね、前後のパネルも左右のパネルも全て取り外し式になってまして、前後と左右のパネルをはめて天板を乗っけて、それをボルトとナットでですね、天板と底板を固定する、そういう構造になってます。全てのヒンジを排除したことによって折りたたんだ際に非常にコンパクトになるというのが特徴の商品になっております。ポモリーでは他に折りたたみ式構造ではない代わりにめちゃくちゃ軽量に仕上げたトラベラーシリーズであったり、ステンレス製でタフな作りのオロケンストーブ、同じくステンレス製で暖炉のような形をしたクエラーストーブ、T1 シリーズを2階建て構造にして下をオーブンにしたオーブンストーブなどなど、多様なシリーズを展開されております。どれも素敵な商品なのでぜひチェックしてみてください。今回私が購入したこちらの T ブリック、中でもミニに関しては7つの特徴が挙げられると私は思います。まず1点目、限りなくスモールな本体サイズ。2点目、チタン製で超軽量。3点目、折りたたんでめちゃめちゃコンパクトに収納可能で持ち運びも楽々。4点目、シンプルな構造で設営も超簡単。5つ目、ダンパーとバッフル板とスパークアレスターが標準装備でハイスペックな本体性能。6つ目、サイドパネルに吸気口が追加され二次燃焼が期待できるロマンスペックを装備。7つ目、小さなボディながら大きなガラス窓からしっかりと炎の干渉を楽しむことが可能。以上、この T ブリックミニはそんな7つの特徴が挙げられると思います。ここまでいいことばっかり話をしてきましたけども、気になる点がないわけでもありません。気になる点は大きく2つ。まず1点目、こちらの薪煙突、果たして作るの難しくないのかっていう問題。こちらの薪ストーブの購入を検討している際にいろんな方の動画を拝見したんですけども、この薪煙突を作るのに苦戦している方が結構いらっしゃいまして、ちょっとシワシワになっちゃってる方とか結構いました。なのでもしかしたらこの薪煙突は作るのは非常に難しいんじゃないかっていうのはちょっと心配しております。そして2点目、こちら非常に小さな薪ストーブなので、大きな薪が入らないのは最初から分かってるんですけども、30センチクラスの薪は入るかどうか、30センチクラスの薪は入ってほしい、そう思っております。こちらに関してもネットでいろいろ動画を探したんですけども、投入可能な薪のサイズまではちょっと分からずじまいでした。なんで30センチの薪を入れたいかっていう話なんですけども、こちらにございます薪なんですけども、東京都町田市に東京薪販売というお店がございまして、1ケース20キロ入ってる広葉樹の薪を税込み1320円で販売しているんですが、今ここに置いている薪っていうのは昨年末にその東京薪販売さんで購入してきたものになります。実際にこちら購入してきた薪の長さを測ったところ、だいたい30センチから32センチ程度の長さでした。ですのでこちらの薪ストーブに32センチぐらいの薪が入ればいいなと考えておりました。そして結論を申し上げますと、今回検証した結果、こちらの薪ストーブ32センチの薪まで入ることが分かりました。そして気がかりな点もう1点の薪煙突に関しては次回実際に設営の際に検証したいと思います。ということで、この後開封している様子と各パーツの重量計測、そして各部の寸法を採寸している様子、細かくディティールを撮影している様子とお届けしますので、よかったら最後までご覧ください。それではどうぞ。それでは早速開けていきましょう。こちら
手袋が入ってます。収納袋以上になります。まず収納袋、ジッパーが YKK のものがついてます。入ると手袋、コモリーって書いてます。ロゴ入り手袋、本体見ましょう。割と固めなんですね。もう作ってみましょう。サイドパネル、こっちが内側ですよね。これが引っかかるんだ。なるほど、はい、若干色がついてる。これがバッフル板ですね。つけてみましょう。切り込みに突起を入れてずれないようにしてねじ止めると。角度がずれないようになってますね。それとダンパーとロープを留める金具がついてます。そしてスパークアレスターがもう標準装備になったということでついております。どれだ。いや綺麗ですね。これをもうつけちゃいましょうか。このネジは何だ。説明書がないんですよね。このネジなんだろうな。これでいいのかな。折り込みました。ちょっとこれは私3メートルのものを選択して購入したんですが、今ここでちょっと展開するのは難しいので一旦置いておきます。いや簡単ですね。素晴らしい簡単さですね。いや軽いですね。軽い。これとこれが重なれば最高だったんですけどね。おそらくこれが多分一番綺麗に収納できるんじゃないかなという方法をご紹介します。まず本体は折りたたんだものをこの隅っこに置きます。天板なんですけども、ここにネジがちょっと飛び出てる関係でガラスに当たらないように煙突は左側に挟みます。ここの隙間に巻き煙突をしまいます。そしてこのスペースにスパークアレスター、手袋、ダンパーをそしてすんなりと閉まります。いやーコンパクト。それでは重量を計測していきたいと思います。まず定板部のパーツのみで 1188g、 ガラスパネル 317g、 サイドパネル吸気口側 269g、 天板パネル 402g、 バッフル板 19g、 ダンパー 50g、 スパークアレスター 44g、 煙突 377g、 空のケース 356g、 手袋とナットが入ったもの袋ごと測ります。 71g、 バンドが2つで 13g、 一式乗せます。全部乗せると 3105g になりました。以上重量計測でした。寸法を測っていきましょう。ここからここを測ります。31.5 センチ、天板の幅19センチ7ミリ、天板から補強の板まで16センチジャスト、開いた足の先端から後ろの端まで39センチジャスト、地面から天板の高さが24センチちょうど、ガラスの開口部 23.1 センチ、ガラス開口部の高さが 7.5 センチ、ドアパネルの幅 16.6 センチ、ドアパネルの高さ 13.7 センチ、ドアパネルのガラスの開口部12センチジャスト、開口部の高さ 4.5 センチ。この状態測りましょうか。このネジ山まで入れると8センチぐらいあるんですけど、ネジを省くと 7.5 センチ、煙突 24.2 センチ、直径がちょうど6センチで、スパークアレスター長さが 9.5 センチ、ダンパーはこの飛び出してる部分が5センチぐらい、バック横が潰すと40、広げると42センチぐらいです。高さ潰すと35ぐらいで、広げると37ぐらい。マチはこう広げて 8.5 センチぐらいです。実際にどのくらいの大きさの巻きが入るのかっていうのを検証したいと思います。
開口部が 15.1 センチ、12.2 センチ、そして奥行きがこの一番先端までだと31センチ4ミリ、つなぎ目部分ぐらいまでだと30センチ7ミリあります。こちらの巻き31センチあります。ギリギリですね。真ん中だとこのネジがあるんで多分当たって入らないと思うんですけども、閉まらないですね。ネジが当たらない部分に入れると閉まります。ただ吸気口がスライドできなくなりました。斜めに入れることで吸気口も開け閉めできるし、無事入りました。良かったです。入りますね。30センチ4ミリぐらい、32センチ近く、32センチオーバーで31センチ1ミリぐらいということで、いずれも30センチオーバーの巻きなんですけども、斜めにすることで入ると。ただあんまり大量には入れられないですよね。こうなるとこのくらいですか。これがちょっと無理でしたね。4本入ってますけども閉じることができまして、吸気口も開閉できます。横からご覧ください。32センチの巻き、斜めにすることで入ります。この間コメリに伺いましたところ、細割り巻き23センチという商品がございまして、試しに買ってみました。23センチ、22センチ7ミリ、4206g と出ております。そのくらいの重さになります。こちらですと当然軽々と入れることができます。参考までにご紹介させていただきました。さてここからはこちら T ブリックミニのスペックを紹介したいと思います。1ミリ厚の純チタン、本体には1ミリ厚の純チタンが使用されており、軽量化を図りつつもしっかりとした作りになっています。ただしバッフル板と吸気パネルの内側の板に関しては 0.6 ミリの板が使用されているそうです。新チタンスパークアレスター、こちら火の粉が飛び出るのを軽減するスパークアレスターなんですけども、今回形状が改良され標準装備されるようになりました。またこちらのスパークアレスターにはガイラインを固定するためのリングがついており、ガイラインを煙突から地面にペグダウンすることで風に煽られたりぶつかって倒れたりしないようにしっかりと設置することができます。チタンバッフルプレート、今回新たに天板に取り外し可能なバッフル板が装備されました。バッフル板は炉内の炎がまっすぐ煙突に逃げないように迂回させることで燃焼効率を上げる効果があります。また火の粉が煙突から出にくくする効果もあります。取り外し可能なダンパーとフロントドアエアインテーク、煙突の根元に取り外し可能なダンパーが標準装備されております。またフロントドアの吸気口と合わせて炉内の燃焼度合いをコントロールすることができます。3次元強化構造の天板とストーブ本体の補強、天板には新たに3次元強化構造の補強板が実装され、熱による歪みを軽減させるとともにストーブ内の炎の流れを整えることで局所的な加熱を避け、天板全体で効率よく調理が行えるようになりました。また天板だけではなく、こちら本体のバックパネルや定板部にも補強パーツがついて、より筐体の剛性がアップしました。スイッチングサイドパネル、左右のサイドパネルは取り外し式となっており、簡単に窓の向きを変えることが可能となりました。サイドパネルに吸気口が追加、こちらのサイドパネルが新たに二重構造になり、歪みが抑えられるとともに吸気口が追加されることで燃焼効率がアップしました。ユニークな八角形ガラス、サイドのガラス板はユニークな八角形の形状となっています。小型の薪ストーブでありながら、大きく開いたこのサイドのガラス面によって周囲を明るく照らしてくれるとともに、しっかりと炎の干渉を楽しむことが可能です。フォールディングストーブレッグ、ストーブの足は折りたたみ式で本体の下部に取り付けられており、2アクションで簡単に設営が可能です。新しいストーブドア、フロントドアを開いた時の下部の形状が本体の床とフラットになり、灰をかき出しやすくなりました。以上、こちら T ブリックのスペックでした。Got a little ring to it, turn that thing fluid in the coupe. Way you look, I know it's real. I'm on my Marshawn shit, I been really getting feel. You know why I'm here, don't act like you don't know how I feel. But let me tell you what you mean to me. Slide on me for that meet and greet. Vibe with me under moonshine, sipping moonshine to the new sky. Sage toasted and be raised soaked in the raincoat. Hit the waves quota, I be flossing, I be locked in. I was lost here, all that turned me to a target. Plotting on me, I be cautious. Back then I was an adolescent, then I had a lesson. I'm the man now, I got fans now, I'm on cam now. I got plans now, I'm finna branch out. Grew up quick, but never let go this year. All of that bullshit is in my rear. Hey.
suits and papers, blowing vapors, wouldn't trade us. Long hair killer in my villa, bitch, I made it. Used to play to play, now I think we major now. She wanna lay me down, I'ma need you to hold it all the way down. Say you down for me, hold it down for me. Say you hold it all the way down, hold it down for me. Say you down for me.はい、ということで開封動画はこれで以上となります。次回はですね、実際にキャンプ場に出向きまして薪煙突を組み立てて火入れを行って実際に薪ストーブを使うところをお届けしたいと思います。この動画が少しでも役に立ったと思っていただけたら幸いです。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントを残していただけると非常に嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。